どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は Google Pixel 8が発表されましたので、あと Pixel Watch とか出ました。実際どうなのかみたいなところをですね、あとね、発表会とか見た感じは、すごい Apple っぽいなって思いました。Apple っぽさっていうのも、iPhone っぽさっていうのもあるし、今回結構 AI をね、推してたので、本当にスマートなスマートフォンだなと思いましたんで、見ていきたいと思います。さらにパワフルかつ便利になった Google Pixel でございます。史上最高性能のカメラ。AI ね、結構押してましたね。で、なんかこのポーチがプレゼントされるみたい。期間限定で。Pixel 8かな ?8 Pro。どっちを買っても。今回なんでこの8 Pro、Pixel 8、あとウォッチ、Pixel Watch 2かな。あと Fitbit チャージとかも出たんですけど、他はそんなに変わってない感じがします。スマホとスマートウォッチって感じですかね。価格がね、結構今回15万9900円と11万2900円というところで、全体的に結構上がってます。ほぼ iPhone に近い価格になってますね。ただ購入でこのストアクレジットっていうのが、Google ストアで、次購入するときに使えるものがもらえます。僕も多分1万円ぐらいあったのかな。こんな感じでいろいろ今純正のハードウェアが、タブレットとかもけど、かなり増えてきてます。なのでちょっとこの詳細をですね、見ていこうかな。なんかね、結構このメール登録しとくとクーポンとかくれたりするんで、これおすすめです。メール配信。Pixel 8。はい、来ました。Pixel 8でございます。基本的なデザインは変わってないかな。パワフルな実用性。12,900円です。2回払いいけます。ハゼルオブシディアンとローズみたいな。このグレーの感じとかね、なんかちょっとチタニウム意識してんじゃんと思っちゃったんですけどね、勝手にね。ベゼルも狭くなったのかなわかんないんですけど、で、さっき言ったみたいにこのポーチがもらえるみたいです。ピクセル史上最高性能チップと Google AI。アクチュアディスプレイっていうのがね、今回搭載されまして、明るくなったのかなざっくり言うと。アクチュアが多分おそらくなんですけど、アクチュアリーの略語みたいな感じで、造語なんですけど、リアルに見えるみたいな。多分、イメージ的にはな感じだと思います。充電と水や水に負けない耐久性に優れた素材。アルミなのかな確かね。多点仕上げっていうのがされてるみたい。この3色なってます。必要性の源で、今回 Tensor G3 ですね。Google 独自のチップが入ってます。データ保護とかで、今回セキュリティアップデートがね5年から7年になりましたので、なかなかすごいな。7年はアップデートしますよっていうところ。iPhone でも5年ぐらいだと思うんで、今結構すごいな。今 iPhone7 とか7年前とかだとねになると思います。ちょっとデザイン見てなかった。で 3D でねこれね見えるんですけど、これハゼルかな。でもいい色なんだよね。でもね全然質感良かったですけどね。で今回周りがちょっと丸くなって全体的にちょっとやっぱねちっちゃくなってるんで、これもなんか iPhone っぽいなと思ったんだけどね。持ちやすくはなってるんだと思いますね。ピクセルは結構縦長のスマートフォンなんですけど、オブシディアンとローズっていう感じで、ハゼルやっぱいいよね。この感じは変わってないけどね、カメラの基本的なところは変わってないですね。画面とかこのパンチホールで、もうスピーカーかなこれね。USB-C でございますね。カメラはね意外と出てない。そんな感じで電子上げであらゆる瞬間を記憶以上の鮮明さで記録。Pixel 8のカメラを使えば、今回この AI がねなんかいろいろ入ってて、写真とか動画の編集の手助けをしてくれるっていうのかな。すごい状態撮ってるけど、撮るたびに美しい動画、混雑した薄暗い場所でも高い解像度クリアな音声でスムーズな動画を撮影できます。はい、遠くの被写体をクローズアップで、一応光学ズームで2倍までかな。ここら辺もかなりね iPhone 15と同じなんだよね。0.51 倍2倍。多分でも iPhone よりは綺麗に撮れるんじゃないかなと思いますけどね。はい、あとマクロが入ってるのかな。これちょっと知らなかったんですけど、すごい寄りで撮れる。キノコ気持ち悪いけど夜明けや夕暮れのシーンを美しく撮影。夜景モードがこうね強くなったのかな。リアルプラスでリアルトーン。カメラはねめっちゃ綺麗ですね正直。はい。でこれがなんか入ったんですけど、これ分かります？やってること。これなんかね顔が例えばちょっと微妙な時に一人だけ笑顔みたいな時あるじゃないですか。そしたら後からですねこれなんかね変えれるっていう面白い機能があります。これが入った。こういう感じでね選択できるらしい。精度がどうなのか分かんないんですけど、あとねこれ結構すごいなと、フォト編集マジックってやつで、撮った後消しゴムマジックっていうのねあったと思うんですけど、消せるのはもちろん、後からこう編集ができるっていうね。これ消して、こいつ被写体を動かしてなんか空の色とかも変えれるらしいです。これ精度がどれぐらいなのかなはちょっと気になりますけど、あとね音の編集みたいな、撮った後例えば背景のこうなんか車が走ってる音とかだけこう取り除くみたいな。 AI が、多分その背景のノイズを認識して、風とかかな、自動車とか風とかを消して
きたい音だけ出す。これデモとかあるんでちょっと見てもらえばと思います。これ結構すごいなと思いました。時間を節約し作業効率をアップ。Pixel 8では通話のスクリーニング、なんか通話機能もね、なんかちょっと新しくなってた。その場で翻訳でリアルタイム翻訳もできますね。版とか、画像認識とかもできる。これねちょっと面白いと思ったんですけど、知らない番号から着信があった場合に Google アシスタントが応答するんですよ。なんかほんと人の声みたいな感じで応答して返答するんですよ。これなんかデモでやってたんですけど、これちょっと日本語でできるのかね、どうなのかわかんないんですけど、クリア音声通話によって人混みや、あとこのさっきみたいに、ノイズキャンセリングみたいに後ろの雑音を多分 AI が認識して電話の時も消してくれるんだろうなと。で保留時間中は Google アシスタントが代わりに待機っていうね、スタマサポートが応答したら教えてくれるみたいな、なんかすごいですけどね声を使って生産性やページの内容を読み上げ翻訳とかすごいな。イマーシブビューを使えば Google マップで目的地やルートの様子を詳細かつリアルに把握、結構リアルに見えるってことなのかな。地味なアプリが入ってますっていうところで、感じなんか Apple っぽいけどなプレミアムサービス YouTube プレミアム3ヶ月無料とかですね、 Google One のストレージが2テラとか、Bitbit プレミアムはなんかちょっと微妙かもしれないですけど使えますね。こういうのもね、こうね、なんか大盤振る舞いな感じですけどね、 Google いつもで。安全とセキュリティでもうですね、なんか緊急情報とか緊急通報とかかな、自動車事故検出とかも入りましたね。もうこれ完全に iPhone なんだけどセキュリティとかね、安全確認、災害情報アラートとかですね、さっきみたいなアプリアップデートか7年間保証しますよっていうやつとか、自動車事故検知で緊急通報の発信、VPN とかも入ってますね。後からハッキングされないみたいな感じです。ざっくりと。ネットワークに。これでも無料で使えるの結構ね、すごいんだよね。これ知らなかったんですけど、Google VPN って。撮影した写真の修復も可能。そうなんだ。他のデバイスの写真も、これ編集できるのかな、もしかしたら。連絡先、写真、メッセージの30分ほどで転送できます。Galaxy、Garmin、スマートウォッチ使えます。で、こんな感じですかね、ざっくり。やっぱカメラとかさっきのなんか編集機能みたいなのが、割と推しというか。あと、地味にですね、ちょっと比較は後でちゃんとしますね。口はディスプレイっていうので 120Hz に対応しました。なのでこれは地味に嬉しいかな。その代わり値段が結構上がったんですけどセル多分7がね8万ぐらいじゃなかったっけ、3万ぐらい上がったのか。スペックが上がってるのはあるんですけど、最大輝度とかディスプレイが結構ね良くなってる印象はあります。カメラは正直そんなに変わってないのかなっていうところですかね。あとメモリの違いはあるかな。あとバッテリー容量も増えました。バッテリーもね結構いいんだよね、ピクセルね。感じでちょっと8 Pro 見ようかな。純正ケースもいろいろ出てますね。ダダーンダダダって感じなんですけど、Google Pixel 8 Pro 15万9900円ね、もう iPhone ですねこれ。今回ベイ、オブシディアン、パーセルンだったかなみたいな感じで、ベイが多分推しの、見た感じはね結構いいですよね。こっちもポーチがついてきます。これもクレジットがですね、39,800円。3万ぐらい確かつくはず。史上最高のカメラを備えた最もパワフルでパーソナルな Google Pixel です。デザインは結構いいですけどね。でも多分ちょっと重いのかな、見た感じ。さすがにチタニウムではないな。こちら 6.7 インチなんで画面サイズが大きいですね。あとスーパーアクチュアディスプレイか。120Hz、1Hz から、バッテリー持ちいいのかな、だからな。どうなんだろう。カメラとかも、一応変わってるけどな。そんな変わった感じしないけど、こっちは望遠カメラがついてますね。アルミニウムフレームと、マットの背面ガラス。で、テンサー G3 は一緒です。Pixel 8と。ガラス、ゴリラガラスだったな、確かね。基本的に一緒かな。ただやっぱメモリーがですね、12GB あります。デザインね、3D で見えます。こちらがベイでございます。思ったよりなんか薄く見えるんだけどここ押すとなんかね見えますね。ちょっとベイがいいな。ベイなんか微妙になんか実物と違うんじゃないかなと思うんですけど、でもそんな変わんないよね。丸くなって多分持ちやすくなったんじゃないかなって思いますね。オブシディアンはね、今まで安定って感じ。パーセルンが白っぽい感じかな。ベージュみたいな感じですかね。写真と動画、日常のヒットコマをプロレベルのレンズで撮影でございます。カメラトリプルカメラですね。自撮りもちょっと良くなった。全体的にアップグレード。4台の高性能カメラ。4つついてるのか。前も入れてってことかな。今50メガピクセル、5000万画素。メインカメラ、F1.65 か。が確か変わった
たような気がします。ウルトラワイドとこのマクロが48メガピクセルと、あと望遠が5倍なんで、本当 iPhone 15 Pro Max と同じですね、多分ね。一応30倍版でいけるんだけど、多分ね、ソフトウェアで綺麗にしてくれると思うんで、意外と。まあ、望遠性能はやっぱりピクセルの方がいいのかなと思いますね。特に写真ね。で、1倍、5倍、30倍、結構いけるね。前面カメラが 10.5 なんで、まあ、インカメラはさすがに綺麗なんじゃない ?iPhone よりは。設定ができるようになったみたいですね。シャッタースピードとか ISO とか、まあ、いわゆる本当一眼レフみたいな設定ができるようになったみたいです。それはできなかったのは確かね。暗い場所での撮影を昼夜問わず改善って。まあ、天体ね、そう、写真機能とか、やっぱりね、これがなんか推しなのかな。夜の撮影がね、まあ、スマホってやっぱ夜弱いんですけど、どうしても。かなりね、これ推してた気がするね。AI でノイズをこう切ってくれるみたいな。で、なんか発表会のね、中のね、他に動画で日本人の人出てきました。普通に日本語で喋ってた。なんで結構まあ日本重視してる感じはありますね。まあ売れてんだろうね。そのシェアが上がってるらしい。で、さっきみたいにこのフォトの編集マジックか。撮った後からこう消したりとか、なんかフォトショーみたいなこと言ったらね、フォトショップみたいなことができると近日公開予定になってるね。でもさっきみたいにグループみんなが満足するグループ写真、今よそ見しててもこう後からこう変えれますよみたいな。これ結構すごいけどね。使うかっていうとちょっと微妙だけどな。不要な雑音をまあ後から消せますよっていう感じ。中アプリみたいな感じになってるね。これがさらに嬉しそうだな。通話のスクリーニングと、まあ、翻訳でリアルタイム翻訳、プレミアムサービスがついてきます。もう iPhone ですね、完全にね。安全確認とか自動車事故検出とか、な感じか、セキュリティアップデートとかあります。今回プロにはこのなんか温度センサーが入りました。これだと思うんですけど、これでピッてなんかコップとかにこうやると温度が測れる。フライパンとか飲み物って書いてあるけど、これ8 Pro だけですね。なんでこのね、体温も測れるようになるらしいんですけど、まあ今のところはまだなんか承認が出てからなんで、まあそのうちできるようになるんじゃないかなっていう、多分その正確性みたいなところ、体に使う分にはなんかね、承認がやっぱ必要にはなると思うんで、対応するんじゃないかなって感じですね。買うかっていうとどうかちょっと微妙なんですけども、でまあ8 Pro 8、まあ、ピクセルフォールドもあるからね、まあ、25万すっかな。ストアクレジットが確か3万円ぐらいはついてくると思うので、かなっていうところですけどね。で、望遠がついてますよね。まあ、遠くのものを綺麗に映せるっていうのと、ディスプレイがやっぱり1から 120Hz なんで、まあどうなんだろうな、これはね。最大輝度が2400ニット。これね、めちゃくちゃ明るいっていうか、眩しすぎる。もはや。まあディスプレイはやっぱりいいかなって思いますね。あとまあちょっとでかい。重さとかどうなんだろうね。まあ、バッテリーの持ちももちろんまあいいですね。指紋認証、顔認証変わってない感じで、ピクセルウォッチの Google Pixel Watch、まあ、デザインはねすげえいいんだよな。51,800円で、このポリッシュドシルバーアルミケースとアクティブバンド、まあ、ベイ、ハゼルとかかな、ツバンドですね。装着感ね正直めちゃくちゃいいです。これ僕使ったんですけど、センサーが心拍数と皮膚温となんかストレス兆候かな。センサーが新しくなったみたいです。どうやら史上最も正確な、まあ、心拍数のとこと皮膚温センサーとなんかストレス検知っていうのが入ったのかな。バッテリーもねちょっと良くなったみたい。なんか常時表示状態で24時間なんで結構持つんじゃないかなと思います。まあバッテリー持ちがあんま良くないとか言われてたんで、まあ充電器はただねやっぱりなんか統一してほしいですよね。なんか Apple Watch とさ Pixel Watch となんかファーウェイのやつもあるし、Xiaomi もあるしさ、ぐちゃぐちゃやん。EU がねなんか法改正してほしいですね。USB-C みたいに。まあベイまあデザイン基本的にはまあ一緒ですね。まあセンサーが変わったけど 3D あれっぽいけど、デザインはねでもねやっぱめちゃくちゃいいけど、これやっぱよく見るとベゼルはね結構厚いっていうね。ここぐらいまでしかないんですよ。よく見るとね。オブシディアンとブラック系、これ多分ゴールドっぽいのかな。ハゼルはちょっと違う気がする。バンドもまあ変えれますね、もちろん。元にパフォーマンスを改善。レベルがなんか兆候をキャッチしてくれる。おそらくその心拍数とか体温とかなんか異常に上がったりとかそういうのなんだろうと思うけど、フィットのなんかねデータを使うんでしょうね。単の手順で息を吐く。はい。もうアプローチやんって感じなんだけど、生活習慣を体反応、パターンを見出すことで生活習慣を改善してストレスに対応できる。状態の把握。なんで結構こういうのは良くなったのかな。パクスがすごい高くなると通知が来たりとか、健康状態、皮膚温と、まあ、血中酸素濃度、心拍変動とか、血中酸素濃度確か入ってたよね、前から。皮膚温ですね。あと生活習慣改善。睡眠の質とかも見えます。アプローチですね、まあ。フィットネス系もね、心拍ゾーン。プレミアム、まあ、これまあどうかなっていう感じなんですけどね、正直ね。なんか Google のやつと Fitbit が2つ入ってて、映してくれよって思ったんですけどね、僕は。どっち使えばいいんだよ。全ての機能を表示する。
結構まああるな。ストレスマネージメントとかリラックス呼吸数、割と大体まあ必要なやつは全部入ってますね。GPS もまあ入ってますね、もちろんね。緊急時のやつが入ったのかな。この緊急事態、自分の位置情報を連絡先と共有できるんで、なんか何時まで例えば帰ってきてなかったみたいなことで、子供とかにつけるのがいいのかな、どうなんかわかんないですけど、でまだ帰ってきてないよとかリアルタイムで共有できたりとか、ほんとここら辺アップローチと同じだな。転倒検知とかも入ってます。バンドはね結構ねいいですね。可愛いしデザインはいいんだよな。ちょっと中身だけもうちょっとどうにかしてほしいって感じです。なんか OS の問題かな。でも可愛いし、つけ心地ねめちゃくちゃいいですね。ピクセルウォッチ全然ずっとつけてられる、そんな感じでございます。5万円か、結構高いな。必要ですか？はい、必要です。でちなみにね Apple Watch は、使えません。Apple Watch じゃない、iPhone と使うことはできません。ホームは Apple Watch を真似してほしくなかったなっていう思うんですけど、Apple Watch Android で使えないんで、Google Pixel と、Android になります。はい。なので iOS は対応してません。残念ながら使えません。LTE オプション、ピクセル変えっていうことですね。つまり、そんなもん。耐水性とかは全然プールとか大丈夫です。比較だけじゃあ、で8 Pro 8、7A が今 7A でいいけどな。7A のコスパが良すぎる。でちょっと厚さはちょっと細くなって、そうですね、幅がね結構ちっちゃくなったんじゃないかな。7 Pro が 1.3 インチなんでそうでもないな。プロはちょっとなんかでかくなってないか、むしろで8がすごい持ちやすくなったのかな、どっちかっつうとちっちゃくなってるんですね。全体的に重さ書いてないな重さどうなんでしょうかね。でこのディスプレイのところが一応 120Hz 入ったとはいえ1から128までなんで、こっちは LTPO なんだよ。ディスプレイはいいですね、プロの方がね。OLEDだけどね、7A でも全然有機 EL なんてプレイがやっぱ60から 120Hz、1から120で最大90になってます。7A でいいと思うけどな表示は全部ついてます。そう、バッテリーが今回ちょっとね増えておりますね。全然もともといいからね。でもね、バッテリーシェアは 7A はついてないんでね。はい、後ろワイヤレス充電みたいなのできます。急速充電、そんなもんか。でも言って水性能ちょっと弱いのか 7A は。これがやっぱ12.8で、ストレージがですね、1テラなかったような気がするけどな。ここで見たら確かね、なんかカラーによるんですけど、128、256、512かな。512なんか、オブシディアンだけだったかな。なんか黒のモデルはあった気がする。でも基本は128で、56とかほぼなかった気がしますね。もちろん SD カードとか使えないので、セキュリティも顔認証とか一緒。テンサー G2 か3か。で、カメラが、で、64なので、ね、意外と。クワッバイヤーオクタ PD どうなんだろう。絞り値はやっぱりねさすがにこっちの方がいいですけど、レーザー検出オートフォーカスかデュアルピクセル、違いはよくわかんないけど、広角レンズも手ブレ補正に対応してます。動画とかはやっぱりね8と8 Pro の方がいいのかなと思いますけど、広角もちょっと広いのか。ウルトラワイドが8と8 Pro はやっぱり超広角カメラの画素数は全然違うと。望遠強いですよっていう感じですね。広角ズームは5倍で最大30倍っていうところですかね。A のカメラ意外でも 7A がいいんだな画素数はどうなんだろう。ここら辺はどっちがいいんだろう。カメラ機能はやっぱりベストテイクとか音声消しゴム、紹介した多分新しい機能は基本8限定なんだろうなと思いますね。のもんか。でもマイクはやっぱりいいんだ。3個になってる。空間オーディオで Android、14にもできるけど、オールドもいいんだけどな。的にはでもそんな変わんないんじゃないかなと思いますけどね。開くと 7.6 インチになるんで、でも8 Pro の方がいいのか。プロの方がバッテリーは意外と多いっていうね。そんなバッテリーシェア使えないんだヒンジが入ってます。水とかアルミフレーム、メモリ12で、G2 で、基本でもそんな変わんないのかな。48、広角は対応してないっぽいな。望遠はやっぱり8 Pro の方がいいんだ。この辺なんかね、ちょっと揃えてほしいですよね。でも広角ズームはいける。なんかよくわかんない仕様だなインカメラも一応こっちはついてるのかな。外側はアクセルホールドはね、外のカメラで撮れますからね。ベストテイクとか音声消しゴムマジックとか使えないんだ。マジでわかんない。これから対応するかもしれないですけど、基本的にやっぱ新機能は8だけっぽいですね。F ホールド25万するのに思っちゃいましたけど、はい。なんかレビュー動画ね、結構上がってたんで、デザインとかは、かわいいな、アイジャスティンがやってたけど、ハゼルがね、出てましたね。いいな、ハゼル。ナチュラルチタニウムしか見えないんだけどブルー結構いいですね。やっぱでかいな。でもね、プロはちょっとレビュー結構上がってると思うんで見てもらえばと思います。はい。宣伝、このなんか一押しっていうところでなんかね、以上載せていただいたみたいなので、安く買う方法みたいな紹介したやつなんですけど、よかったら見てみてください。
さい。 iPhone 15安く買う方法一押しっていう、なんかこれドコモのね、なんかサービスなんですけども、 D メニューね、 NTT ドコモですね。はい、一押しと概要欄貼っておきますね。こういう記事もあります。みんなの買ってよかったに出会えるらしいです。はいで iPhone 15のレビュー動画を準備してるので、多分明日ぐらいに上がると思います。で15 Pro のレビュー、不具合ね、今日iOS17.03 だったかな、新しいの来たんで、もしかしたら治るかもしれないんですけど、設定とか上げてますので、ぜひチェックしてみてください。役に立ったなと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またね。ピクセルちょっと高いから 7A でいいかな。7A めっちゃいいよ。